こんにちこんはに。ちは。今回はハスラー J スタイルに1年半乗ったレビューを紹介したいと思います。はい。で、私たちはハスラーと一緒に車中泊をしながら日本一周を約1年間していました。はい。走行距離がだいたい現在37,000キロぐらいで、結構走ってますと。ハスラーのメリットやデメリットっていうのを実際に1年半乗ってみて感じた部分がいくつかあるので、今回動画にさせていただきました。はい。視聴者さんのコメントでも実際にこれからハスラーに乗り換えるか検討されてるって方も、いらっしゃるね。いらっしゃるので、そういった方たちの参考になれれば幸いです。はい。で、まずハスラーについてなんですけど、ハスラーはスズキの車で軽自動車の車になっています。で、私たちがなぜハスラーにしたかというと、実はもともとはジムニーに乗りたいなと思ってて、ただ当時は半導体の影響などもあって、ジムニーの納期がすごく遅れていた。もともと日本一周を一緒にしようって車を探していたので、それだと間に合わなそうだと思っていて、で、たまたまジムニーの隣にいたハスラーがいて、私の母もハスラー旧型に乗っていて、すごく馴染みがあるし、今後家庭用、自家用車としても乗りやすい車だなと思って、ハスラーに興味が湧きました。そうだね。日本一周して、その後の生活で、どういった車がいいかなっていう、そういったところも見ながら考えてて、見た目がすごく可愛くてね。見た目大好き。色はカーキカラーで、すごくかっこよくて、お気に入りも、納車の時はすごくね、嬉しかったことをよく覚えてます。で、ハスラーも、納車が少しだけ遅れてしまって、そうだったね。やっぱり人気の車種なので、今いろんな色が出てるよね、もっと。そうだね、J スタイル2っていうのが出てて、さらにバージョンアップしたっていう車が出ていますね。ハスラーが納車して、日本を北から南まで、ね、いろんなところに走り回ったね。走り回って。で、まずメリットについて大きく分けて4つの項目でお話しできればと思います。項目4つが、1つ目が走行面、2つ目が機能面、3つ目が車中泊面、4つ目はその他ということで、その他のメリットをお話しできればと思います。で、まず1つ目の走行面についてなんですけど、私たちが乗っているハスラーは 4WD のターボ車になっています。なので、雪道とかも強い車になっています。そこは 4WD にしてよかったって思った。そうだね。特に日本一周中に活躍してくれたのが、私たち四国を遍路していて、その時にすごく狭い道だったりとか、結構急な坂道が多かったので、そこでね、ちっちゃくてパワフルなハスラーっていうのは、すごく活躍してくれました。で、ハスラーはね、そのパワーモードっていう、ボタン一つで馬力が出るモードがあるので、そういったモードも活用しつつ、何度か使ったね。そう。急な坂道とか。そう。最初パワーモードは何か分かんなかったんですけど、使っていくうちにね、急な坂道を、走るとき勢いよく登ってってくれます。そう。軽自動車って結構パワーがないイメージが強いんですけど、そういったところも克服している面っていうのがハスラーのメリットかなと思いました。で、燃費に関してなんですけど、1リットルあたり 20.3km 走る車で、比較的燃費は良いのかなと思います。今、私たちは北海道に移住して、結構長い信号がなくて、一本道っていう道を走ったりすることが多くて、なので、燃費をもうちょっとね、上げることもできそうなので。乗り方のね、そう。工夫をして。ハスラーの走行画面には、燃費のね、画面が出てて、走行中にメーターみたいな感じで、現在の燃費が出てくるんだよね。なので、アクセルの踏み具合によって、燃費がこれぐらい変わっているっていうのもすごくわかりやすくて、アクセルの踏み方っていうのも走っていくうちに、燃費のいい走り方が分かってきたりとか。最初、初めて納車した時とかは、燃費が16くらい。そう。なって思って。だけどね、そこから37,000キロ走って、徐々に上げていったって形になります。で、メリット2つ目が、ハスラーは様々な機能が搭載されています。で、先ほどお伝えした雪道モード、ボタン一つ押すだけで、その雪道を走るときに、制御を自動でしてくれる。滑ったら。滑らないようにハンドルの制御をしてくれるので、スリップ防止に役立っています。私たちは実際に雪道は数回経験したことがあって、その時も雪道モードで。ちょっと安心。そうだね。あとは凸凹道を走るモードだったりとか、悪路ね。そう。あとは坂道を走るときに、スピードを抑止してくれるボタンがあります。あとは先ほどお伝えしたパワーモードだったりとか、設定によっては車線を少しはみ出してしまったときに、
お知らせしてくれる、お知らせしてくれるっていう機能。音が鳴るんだよね。あとはその車を駐車するときとか、バックするときとかに、後ろに何か障害物とかあったら警告してくれるっていう機能があります。はい。なので結構安心感というか、ハスラーが教えてくれるので、車線のはみ出しだったりとか、駐車するときとか特にね、助かってるというか。で、まだその坂道のモードとかは使ったことないんですけど。だね、急な坂下るとき。で、ブレーキ踏んじゃうよね。踏んだりしちゃうから。もしかしたら例えば雪道の坂道とかの時に、ね、使える機能かもしれないですね。で、3つ目が、車中泊面。後部座席が倒すとフルフラットになる。運転席と助手席は倒すと少し段差ができてしまうので、タオルとかを埋めて段差を解消したりして、で私たちの場合はその上に厚さ10センチのマットレスを引いています。フラフラットに寝てます。もともと三つ折りだったマットレスを C がうまく分割しました。でそのおかげでなんとかね、1年間。そらすごいよね。フルフラットになる仕組みが。そう。うまくできているので。そうだね。特に私たちは頭をね、後部座席側に向けて寝ていたので、やっぱり後部座席のところがフルフラットになってるっていうのは、寝るときにはすごくね、寝心地、良かったかなと思いました。あとはハスラーは遊べる系っていうことで、結構 DIY とかもしやすい車になっています。結構 YouTube とかでもハスラーを DIY してる人よく見かけて、そう。いろんなこんなアイディアがあるんだって、もうそれぞれに合った、そうだね。風に楽しめるカスタムできる車だと思う。結構それも楽しみにしててね、納車する前とか、で納車してからすぐにね、いろいろ DIY して、ネジ穴がいっぱいあるんで、そう。後ろにラゲッジボードをつけたりとか、あとはカーテンを取り付けたりとか、内装とかもこだわりつつできたので、それがすごく楽しかったかなって思います。あとはハスラーの車の上に、ルーフキャリーとかも、自分たちで用意して取り付けることもできるので、これかっこいいよね。つけるようにカスタムして。そう、アウトドアカーみたいな感じで。で、やっぱり車内に積載量っていうのが限られているので、踏み切れなかった分を上に乗せて走るっていう。で結構街中とかでハスラー見ると、ルーフキャリーとかね、つけてる車をよく見かけます。DIY について補足のお話があって、私たちはドラレコをナンバープレートに設置していたんですけど、ナンバープレートにつけてると、車検の時に引っかかる可能性があるみたいで、ドラレコの位置を車の本体のところに設置する形で DIY をしました。私たちが北海道に行く前に、うちのお父様に直していただいたので、ちょっとそちらの映像もそうだね、ご覧いただければと思います。出てきました。
ごい、これはね、自分たちじゃできなかった。そうだね。知らなかった方法です。北海道に行く前にできてよかった。で、4つ目のメリットが、もうやっぱり軽自動車割がすごく嬉しいというか、例えば高速道路を乗った時とかに2、30% 割引になるとこだったりとか、あとはフェリーとか乗る時に少し安くなったりとか、結構意外と恩恵を受けてるので、そこはね、お得だなとは思ってます。軽自動車ならでは。ここまでがハスラーを1年半乗ったメリットになっていて、で、やっぱり総じて振り返ってみると、やっぱりハスラーにしてよかったかなと。よかったね。最初の愛車。そうだね。すごく愛着も湧いてね。本当に。この車でいろんな思い出が詰まってるというか、ね、いい思い出もあるし、苦い思い出もあったりして、すごく良かったかなと思います。ね、長く乗りたいって。そうだね。思います。では続いて、ハスラーのデメリットについてお話しできればと思います。大きく分けて5つあります。で、まず1つ目が、先ほどお伝えして機能面の、そのはみ出し警告に関してなんですけど、結構それが警告音が、頻繁になるというか。そうだね。今はみ出したっけ、白い線って。そうそうそう。ぐらいもう敏感。でハスラーのそのフロントのところに感知するためのカメラがついてて、そこで判定してくれるんですけど、ね、たまに多分その天気が悪かったりとか、フロントが曇ってたりすると、あれって思うことがあったりして、でそれでピピピピってすごい、ね、なったりすることがあるので、でたまにだったら気をつけなきゃってなるんですけど、ね、回数が多いと。で、はみ出し音に関しては、消すことは設定上可能なので、気になる方は全然消していただくこともできますけど、やっぱり走ってると、心配になる方は、結構でも慢性的にもなっちゃうけどね。そうだね。確かに。慣れも出ちゃうけど。確かに。慣れちゃうってところもあるかもね。確かに。ここがやっぱりメリットでもあり、デメリットでもあるかなって感じた面です。で、2つ目のデメリットが、やっぱり軽自動車なので、本当に小さいので、例えば大型のトラックとかと比べると子供みたいなサイズなので、高速道路とかの時とか、やっぱり怖いなとは感じますね。結構ニュースとかでトラックが軽自動車に追突して、ぺちゃんこになったっていうニュースとかもたまに見かけたりするので、怖いよね。そうそうそう。なので大型車とかにはあまり近寄らないというか、そこは少し距離を取って走るようにはしてます。車自体が、例えば人とかにぶつかった時に、車が壊れやすくなってる構造になってるので、なので、例えば大型車とかにぶつかったら結構危ないと思います。で、私事なんですけど、私は実は車をぶつけてしまったことがあって、時にね、人とか車には一切迷惑をかけてないことなんですけど、その時もね、近くに木があってね、バックして、駐車で後ろにバックしてる時に、近くにあった木にぶつかってしまって、でその時もね、結構思ったより凹んでしまってね。木でこんなに凹むんだという。そう。なんか動画上だと結構伝わりにくいんですけど、なんか実際に見た方は、思ったより凹んでるっていう驚かれることもあったりしてね。でもそこもね、修理するのに結構費用がかかるので、今はね、直せない状態になってます。で、3つ目が、ハスラーのフロントガラスについてなんですけど、ハスラーのフロントガラスが結構狭い構造になっていて、一番最初に乗った時に思った第一印象で、私は母の旧型に慣れてたから、ちょっと旧型よりも狭いのかな、そうだね。感じて、信号を上に見たりする時とか視野が狭いかなって。確かに、ちょっと高さが狭いのかなって感じで、そので視界が結構広くないっていうのがデメリットになります。私たちは実は新婚旅行で以前北海道に来たことがあって、でその時にハスラーをレンタカーをして、それが多分その旧型のハスラーで、その時の感覚があったので、最初乗った時にやっぱりなんか狭いなっていう感じはして、視界は広い方が、安全性もあると思うので、もっと広かったらいいのかなと思いました。で、4つ目のデメリットに関してなんですけど、例えばその砂利道とか、凸凹の道を通る時とかに、結構突き上げがドーンとくる感じがします。これは結構ハスラー乗りの方言われていて、タイヤの車体が結構高い車みたいで、凸凹道の反動を受けやすいのかなって。そうだね、確かに。これもね、最初というかね、乗って、びっくりするというか。凸凹の時にすごいもう跳ねるぐらい。なんか車の天井のなんか変な音するというか、なんか
壊れちゃうんじゃないかなっていうぐらい。北海道とかはやっぱりね、道がね、その冬場の影響で、そう、凸凹が多いので、そこはできるだけ避けるようにはしてるんですけど、ゆっくり走ったり、調整すればまあいいかな。そうだね。乗ってみないとわからなかったなっていう点だね。一応先ほどお伝えした機能面で、その凸凹道とかを抑制するっていうボタンが一応あるっちゃあるんですけど、あんまり今までそのね、凸凹道で活躍できたことはあんまりないのかなっていう感じはします。他の車にあんまり乗ったことがないっていうのもあるので、比較できないとこではですけど、そうですね。で、最後のデメリット5つ目が、やっぱり軽自動車なので、2人で車中泊するには狭いということはあります。一人で楽しむならまあ快適にはできるのかな。そうだね。結構秘密基地みたいな感じで、プライベート空間というか、一人だったら結構、二人だと身動きが本当に取れない。そうだね。そのあんまり一回座っちゃったら、その場からあんまり動けないっていうのは結構ありました。私がその身長173センチで、サイズ的には全然濡れてね。ただその横幅がその2人並ぶと結構ぴっちり。夏場とかね、結構暑さがこもったりして、網戸とかつけてしのいでました。長期はよくやったなって。本当にそうだね。2日とかならいいんですけど。確かに。1年以上やると結構、もうやりきったというか、一生分やったのかなって、そのハスラー、そういう軽自動車とかの車中泊に関しては。で、私たちはその沖縄に行った時に、ハスラーはお留守番してもらって、結構大きめな車をね、借りたんですけど、で、その時やっぱりすごく広かったというか、こんなに車違うだけで、中の空間が変わるんだって思いました。そうだね。ハスラーでこういう車中泊旅をした経験が、そういう大きい車とかに乗った時に、大きさの違いに気づけるというか、車中泊の新しい工夫の発見というか、につながったのかなと思います。そうなので、個人的にはそのハスラーこれからも全然乗り続けていっていきたいんですけど、ハスラーはどちらかっていうと、運転するような車にしていきたいなって考えていて、車中泊は別の例えば車をいつか用意して、その車でやっていきたいなと思いました。そうなので、今お話ししたデメリット5つ、総じて結構軽自動車のデメリットというか、よりなのかなと思いました。これからもハスラーと一緒にいろんなところに行って、いろんな思い出を作れたらいいかなと思います。ご視聴いただきありがとうございました。